やるのは、さっき練習したのスリップしながらクロス。今、サウスポーの相手の場合は自分と反対の構えの場合、相手のジャブに合わせてスリップ。肩でスリップ。でそれをやりながらクロスカウンターを打っていきます。まあ、これはみんなしてますね。そこからなんですけど、これを合わせたら、今度はここをしっかり叩く。まあ、フック出してもいいけど、これはここを叩き、押すのが好きですね。それやりながら、この足を回す。で、さばきできますね。相手のジャブに合わせて、バーンこういうふうに。これを押すことで相手が戻りにくいんです。こっちに向きたいんだけど、向けない。これを押してから。で、その後に自分の攻撃が当てやすいですね。もう一回。こういう感じで。ステップフットワークは、1、2。こういう感じですね。もしくは、1、2押したら掴む、道着を掴む。道着掴んだことでハイキック出したり、パンチ打ったり、引っ張りながら肘、膝、いろいろコントロールできますね。で、もう一回、こういう状態になります。あえてこっち向きたいんですね。見えないの怖いからこっち向こうとする。その瞬間にこれ引っ張って、足払い。いいですか。よし。合わせてバン。まず押す。いきなり掴むのが難しいですね。こういうふうに掴もうとするのは。だけど、一回当ててから掴むのは掴みやすい。で、打撃当てて、相手こっち向こうとする瞬間に、この足を足払いかける。この道着をまっすぐ自分の腰にまっすぐ下に引っ張りたいんだよね。で、足は横からよりはかかとの後ろから足払いかけた方がいいですね。だから回るときに、こう回ったときに、できるだけ相手の後ろに回りたいです。こういう角度を作りたいですね。そうすると、この足下げようとするんだよね、こっち向くために。そうすると足払いすごいかけやすいですよ。もしこういう浅い角度でやろうとしたら相手が結構踏ん張れる、強いんですよ。だけどここじゃなくて、ここまで回る。相手が完全の背中を取る。そして引っ張ってカウントを取ります。これが一つ。押す。さあ。今度その同じ技をオーソドックスの相手の場合は、これも相手のジャブによってスリップしますね。で普通のスリップからアッパーのコンビネーションとか普通にやりますけど、今度はスリップしながら前に出ていく。スリップしながら前に出ていく。そしてこの左手でクロスカウンター打ちます。相手のジャブに合わせて前に出ていきます。もう一回。こういう感じです。そこからまたここ叩いて回る。そこから攻撃出してもいいし、もしくはこれをまっすぐ自分の腰に引っ張りながら足払いかける。で、しっかり決め。よし。もう一回。腕でも取れますね。よし。押す。細かいポイントだけど、こういう風に入ったら、こういう風にすごい距離が遠いだと、相手がすごいこっち向きやすい。で、すごい力が必要、これ。で、全然こっち向けるでしょ。だから相手の近くに入るのが大事ですね。この近くに自分の肘こういう風に曲げて、で、これ持ってるだけで回っても相手が簡単に回る。これが意味ない。だから引っ張りながら回るんですよ。引っ張りながらバンバンバン。おい。わかります？その近い距離でちっちゃい丸。
遠い距離で大きい丸はすごい力必要で相手が動きやすい。だから近い距離で引っ張りながらタイトな丸、タイト、攻撃しながらいい角度を作る。そしてこの角度いいねってことは相手が起き上がってこっち向こうとした瞬間に簡単に足ぶらかける。よし。おっしゃ。よし。